はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月前半のタロットリーディングをさせていただきます。今私アメリカのコロラド州にある国立公園の中のホテルにいるんですね。皆さんにぜひこの素敵な大自然の景色をお見せしたかったんですけれども、逆光で見えないっていう状態で分かったので、今このスタイルで撮っています。いつもとちょっと背景が違いますが、ぜひいい波動だけお伝えできればと思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月前半です。カップに、ちょっとカード見えなかったらすいません。カップに、そしてペンタクルスナイト、カップナイト逆、ワンド8、タワー、ペンタクルス6、ペンタクルス2の逆、はい、気をつけることは、で対策はワンドの5の逆とマジシャン逆とオラクルはじゃん、ペンタクルスな、クイーンのペンタクルスクイーンの逆ですね。なるほど。いかがですか？ 6 月の末から自分自身に光が当たってるよっていう時でしたよね。ようやく何かを手放して自分自身に帰っていくよっていう時でしたけど、何か感じてらっしゃるでしょうか？これは7月の前半もまだまだこのエネルギー続きます。特にもっと強くなる感じで、7月のもうそうですね、7月のもう2日過ぎて2、3日経ったらかなりね雰囲気変わってくると思うんですね。まず7月2日に水星というねビジネスやコミュニケーションや勉強というものを司る惑星が獅子座に入るということで、より一層自分自身の考えに責任を持つとか、もっとちゃんと自分の考えを言ってもいいんじゃないかとか、こうちゃんと相手のことを育ててあげようとか、そんな感じになってくると思うんです。でそのエネルギーっていうのは非常にビジネスにも使えますし、なんかね責任感は自分の頭の中にあって、それでうまくやっていこうみたいな、要は主体性を持ってやっていこうみたいな考えになると思うんですね。そしてこの 2,3 日あたりのエネルギーっていうのはすごく自分のことをこう未来に引き上げてくれるみたいな感じがありますので、おそらく今までちょっとうつうつとしてたりとか、ちょっとこうって思ってたのがこうスパーンって抜けて、新しい方向にスコンっていける感じがするんですね。なんか、抜けたみたいな感じ。こう雲とかがなんかまるで飛行機がこう雲の中こう進んでこう前が見えないっていう状態からスカーンって雲を抜けたらもう晴天しかないみたいな、そんな感じなんです、イメージがね。そして7月6日が新月なんですけども、この新月もねもう蟹座で起こる新月ということで、非常に自分自身になれる、自分に帰れる、自分とつながれるようなタイミングなので、ぜひご自身今の自分はどうなんだと、自分はどうなりたいんだっていうことで、自分っていうものに焦点を当てていただけたらいいなと思いますし、もしくは体のこととか自分だけじゃなくて、自分の人生をどうしたいのかとか、自分はどう生きたいのかっていうような、新しくここから始めていきたいっていうことを意図していただくのもとってもいいと思います。で基本的にこう蟹座で起こる新月っていうのは若干ちょっと感情的なものが強かったりするんですけど、全然いいと思うんですね。感情が動いてこそなんか自分を引き上げてくれるみたいなこともあるので、よく言うとですよ、感情が例えばモヤモヤしててネガティブな方に引っ張られることもあれば、感情がすごく嬉しいからじゃあやるみたいな感じでスコーンっていくこともあるんですけど、今回プラスの方に出そうなので、ぜひね明るい未来を思い描いて、この新月の時をね過ごしてほしいんですね。そして7月12日以降ですね、金運も上がってきます。やっぱり自分に価値があるというふうに思えたら、いくらでもお金っていうものは生み出せますよね。なのでそれが現実化しやすいのが、7月12日以降ということになります。ちょっとそのエネルギーを踏まえた上でカードを読んでいくんですが、そうですね、いい感じでこう人とのつながりがあったり、要するに今自分が何か感情的なものが盛り上がってるとしたら、その盛り上がってることをこう他者とシェアし合える状況にあるのかなっていうふうに思いますし、最近誰か新しい友達ができたんだとか知り合いができたんだということもあるかもしれません。そしてそれがなんかまるで突然始まったかのような感じがしていて、ちょっと動揺してるのかなって感じもありますね。なんだかね、今
星で見るとね、自分ですよ、自分みたいな、自分に注目してねみたいな時なんですけれども、カードで見ると他者から非常に求められているみたいな感じがあり、他者から受け入れられてる感があるんですね。必要とされてる、相手から言い寄られてるとか、相手から近づいてきてくれてるみたいな感じがあるんです。だからこそちょっとこう受け身な感じで、本当にそれ受け取っていいのかなとか、それ本当なのかなみたいな感じあるんですね。そしてゆっくりゆっくりと確かめていきたいみたいな思いがあるんですけれども、あんまりゆっくりしてられないって感じがあり、なんだかもうレールに乗っちゃってますからみたいな感じでぐんぐん進んでいく感じがあります。そしてもし何か新しい可能性が生まれているとしたら、ぜひね、その新しい可能性を自分が体験していることによって、自分のどんな古いものが壊れていってるんだろうっていうふうに思ってみてほしいんです。この全部を引き続いていくっていうのではなく、もうこんな新しいことを受け入れられている自分というものは、昔の自分が必要だったものはもう必要じゃなくなるかもしれないっていうところなんですね。何かを壊していく、手放していくっていうことが突然起こるかもしれません。これはその前にここでね、ワンドの8ということで、なんか事態が急展開するんですね。突然やってくるチャンスみたいなのがあり、そのことに乗っていく上で、もう古い自分では対応できない、新しい自分にならざるを得ないみたいな感じがあります。なので意識を古い自分の方に置いたままにしているならば、びっくりみたいな感じだし、新しい方の自分にシフトしているならば、うわー私こんなことできちゃったみたいな、そんな感じかもしれません。すごい楽しいですよね。そしてその次もね、ペンタクスの6ということで、ものすごくうまく回っています。ビジネスも勉強も人との関係も、こうなんかエネルギーバランスが取れている感じ。なんか程よく人と関わり、程よく人にも良くしてあげ、それを感謝されみたいな感じで、そのまま回していきますね。回していくって変な言い方ですけど、そのままうまく流れていくっていう感じがします。なるほどね。なのでちょっと一番のメッセージとしては、このペンタクスのクイーンなんですけども、これは本当に大事にしたいものをご自身がしっかりと持っているっていうカードなんですね。でしかもこの人はとても知恵のある、英知のある人です。育てるのもうまい、なんか需要を与えるのもうまい、大切に維持していくのもうまいみたいな感じの人なんですね。でなんかそれが今ね、この患者の皆さん始まっているんですけれども、それをまだちょっと信じきれてないかったり、本当ですかみたいな感じがあって、ちょっとびっくりしてるのかなって感じがありますね。どんないいことがあったのか、どんなこう古い自分をね解放していく出来事があったのか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。もしくはね、この新月7月6日の時にどうなりたいのかっていうのをもう宣言していただいてもいいですね。もうそういうのを言った方が、表明した方が叶いやすいですからね。そして気をつけることや対策としては、急いでねいっぺんにやらなくていいよっていう感じで言われています。マジシャンの逆もありますし、このワンドの5のカードもあります。私から見るとまだ逆なので、ちょっとまだまだちょっと優先順位をつけなきゃいけないとか、こう順番にやらなきゃいけないことがあるかもねみたいな形なので、いっぺんにやらなくてもいいよって感じで、もう一つ、自分で絶対にこれをやらなくちゃって思っていなくても、今この流れはもう勝手に進んでいってるっていうのもありますし、もう対策を打たない方がいいって感じがあります。打たない方がいい。打たなくてもうまくいくかなって感じですね。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事見させてください。仕事ね、自立していくみたいな感じがありますけどね。ワンドの2とペンタクス10と鳳凰ですね。仕事のこと真面目に考えてますね、非常に。そして違うやり方を取り入れようか、もっと豊かにはどうしたらいいのかっていうのを考えてますが、建前や戦略だけで動くわけじゃないって感じが出てます。もっと豊かになるためにはどうしたらいいんだろうか。ここでもそうなんですけど、もっと他者のためになることは何なんだろうか。家族のために何ができるかとか、他者のために何ができるかっていうその思考で考えた時に豊かさがたっぷりやってくるっていう感じです。ですので、もし方法を考えているのであれば、他者の
ためになるという前提で考えた時に、これはみんなのためになるかなっていうのが一つの判断材料になりますし、これはすごく大事な自分の中の理念とか、これだけは守りたいんだっていう思いで成り立っていくので、仕事はとてもいいです。どういいかって言ったら、単に売り上げが上がるとか、なんかすごい勢いで伸びていくとかではなく、自分にとっての本当の豊かさにつながるような仕事のチャンスがあり、それをもう一回自覚できたり確認できたりしながら、着実な道を行くみたいな感じがあるんですね。危ない橋渡るとかじゃなくて、むちゃくちゃ着実で安心できる正当な方法で進んでいきますっていうのがありますので、もしそれに対してちょっと選択しなければいけないとか選ばなければいけないというのがあったとしても、自分の欲というよりは他者のためになること、状況、未来を考えた時にこうだなっていう判断ができそうな感じがします。それと人間関係見てみますね。はい、バンドの7、バンド6、逆位置はちょっと今関係ないとして、女教皇ですね。人間関係、そうですね。さっき言ったような他者から近づいてきてるとか、他者から受け入れられているみたいな感じがあり、それをどうしてもなんかそれは今こういう状況だからそうしてくれてるんじゃないとか、なぜかネガティブな方を考えて自分を安心させているみたいな感じがありますね。分かりますけどね、ネガティブな情報を考えた上で、でもだからこれで大丈夫とか、これで大丈夫っていうか、一旦そこまで行ってから上がるみたいな感じがあるんですけれど、それやりたかったらやってもいいけど、やるだけ無駄かなって感じもあります。人間関係に関しては感情がどうとか相手の状況がどうとかではなく、今言われているのは、蟹座の皆さんすごく今パワフルなんですよね。すごいエネルギーが動いてるんです。動こうとしているっていう時なので、人間関係も自分が受け身とか待ちの姿勢とかではなく、動かしたかったら動かしてください、自分でっていう感じ。それをする権利があるというか、それをするにふさわしい運勢があるっていう感じなんですね。だからそんな自分が立ち止まって、ああかなこうかなとか思ってみたり、あの人がこうしてくれたらこうするわとか、自分の期待通りで相手が動いてくれなかったわとか、そんなことはもういいっていう感じで、今蟹座の皆さん、自分にパワーがある、自分に光が届いている、そして自分が守りたいものを作るために、うちはものすごく応援して何かを変えようとしてくれる、新しいものを受け入れられる自分になろうとしている。だからこそ古いものは捨てていくって言った時に、人間関係も同じで、本当にその関係必要ですかっていう感じがあり、必要じゃないならもういいんじゃないですかっていう、すごい潔い感じもあれば、それに対して情を持たずに、自分が本当にどうしたいのか、これからどう生きたいのかに沿って関係性も作っていってくださいっていう感じで、パシーって言われてる感じがありますね。厳しいみたいな。でそれぐらいね、今強いエネルギーの時なので、自分に誠実に過ごしてくださいね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりましたとか、少しでも内容役に立ちましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、そしてコメントで教えていただけると嬉しいです。また次回7月の中旬ぐらいに次の動画アップしたいと思うんですが、もしこんなこと聞いてみたいというのがあれば、コメントに書いていただければ、次もまたリーディングする前にコメントを見て、それにお答えしていきたいと思います。ということで今回もありがとうございました。ぜひ面白い奇想天外な展開を楽しめますように。ありがとうございました。失礼します。